お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、ヒトラー総統率いるナチスドイツの国防軍が開発した、野戦榴弾砲21センチ MRS-18 について解説をする。それから、以前の4号突撃戦車の解説動画で質問をした、両つべ機能による日本語字幕の表示につき、コメント欄に多様な回答をいただきました。字幕表示の機能がオンになってしまっているから、という理由が多数派だったね。コメント欄に各種回答をいただき、誠にありがとうございました。ところで MRS っていうのは榴弾砲を意味するのかね。いや、それが意味としては旧砲なんだ。本砲の種別の問題も含めて解説をしていくよ。なお、1号戦車から始まる、2号戦車、3号戦車、4号戦車、ポルシェティガー、さらにはヘッツァー駆逐戦車から4号突撃砲など、ドイツ国防軍の機構戦闘車両シリーズの再生リストは、概要欄に URL を貼っておくので、ご興味のある方は良ければご覧ください。というわけで、21センチ MRS-18 の解説をしていくよ。本砲のベースは第一次世界大戦時のドイツ帝国陸軍の時代まで遡る。カイザーが健在の頃の帝国陸軍だな。輝けるカイザーではあったが、ルーデンドルフ独裁時代に至ると、皇帝の権限は相当形骸化していたらしいけどね。話がそれてるが、ナチスドイツの国防軍の野戦榴弾砲がなぜ第一次世界大戦時のドイツ帝国陸軍に遡るの？ 21センチ MRS-18 のベースになったのが、ドイツ帝国陸軍の運用していた野戦榴弾砲である21センチ MRS-16 だったからだ。16型やら18型やらややこしいな。前身である21センチ MRS-16 は、ドイツ帝国陸軍が、第一次世界大戦真っ盛りの1916年に正式採用した野戦榴弾砲だ。ちなみにだが、これは本動画の主役である21センチ MRS-18 にも共通の話なんだが、MRS はドイツ語の旧砲の略称であり、名称からすると旧砲なんだが、分類としては実体を重視して野戦榴弾砲になっているという、ややこしい大砲だ。この点に関して正確な整理をご存知の人がいらっしゃったら、ぜひコメント欄でご教示ください。21センチ MRS-16 は、ドイツ帝国陸軍が従前より運用していた、比較的単方針の21センチ MRS-10 を更新した野戦銃砲だ。どういう要素を更新したの？具体的には、方針を延長し、かつ、機械力による牽引ができるようゴムで覆われた鋼鉄製の車輪が装備された。機械的な牽引ができるようになる前はどうやって運んでたの？二つに分解して運んでいたらしい。ちなみにだが、21センチ MRS-16 は榴弾とベトン弾の両方が砲弾として使用されていたそうだ。ベトン弾って何？要塞の防壁を破壊するために、コンクリートの貫通を目的とした、いわゆる鉄鋼弾の一種だ。この21センチ MRS-16 の後継として開発されたのが、本動画の主役である21センチ MRS-18 だ。21センチ MRS-16 が1916年に正式化されたということは、21センチ MRS-18 も1918年に正式化されたということ？その点にはからくりがある。からくりって何？エルサイユ条約の先達のためだ。具体的に言うと、第一次世界大戦で手ひどい敗北を喫したドイツ帝国は帝政が終焉し、ワイマール共和国が成立したが、このワイマール共和国はベルサイユ条約に基づく国際体制の中、特に軍備に関しては過酷な制限を負わされていた。このチャンネルのドイツ軍の戦車シリーズでめっちゃ何回も聞いた話だな。21センチ MRS-18 も、大口径の火砲ということでこのエルサイユ条約における軍備制限の規定に抵触する存在だった。そこで、軍当局としては、21センチ MRS-18 は、エルサイユ条約の適用を受ける前に開発ないし生産された火砲であるという公弁を主張できるよう、いかにも1918年型を思わせる21センチ MRS-18 という呼称にしたわけだ。敗戦後のドイツ軍の苦労が忍ばれるな。実際にはヒトラー総統の再軍備宣言後にどしどし生産が進められたんだけどね。21センチ MRS-18 の重量は 16,700kg で、仰角は70度まで傾けることができる。仰角ってどっちだっけ？上向きな。榴弾砲の性質を有していたので、仰角は大きく設計されていたという指摘がある。
21センチ MRS-18 の構造的特徴としては、まず、中対複座機を2段式で設置している点が挙げられるだろう。そもそもだが中対複座機って何？中対機は、下方の射撃時に発生する反動につき、方針を後退させることで反動を減災するための装置だ。一回後退した方針を元の位置に現状回復させる複座機とともに、中対複座機として運用される場合が多い。イメージで話すけど、海賊が撃つような大砲は射撃時に大砲ごと後ろに下がるよな。昔の下砲はその方法で射撃時の衝撃を処理していたんだが、いかんせん周囲の人間にとって危ないし、射撃のたびにいちいち下砲を元の位置に戻して照準をし直すというのが手間だった。そこで発明されたのが、方針のみが前後して、下砲自体は一定の場所に留まるよう工夫された、中対複座機だったわけだ。なんで21センチ MRS-18 は中対複座機が二重式なの？野戦銃砲だけあって射撃時の衝撃が巨大なため、これを吸収するために、方針と上部砲火に中対複座機を設置したらしい。また、その重量ゆえに工夫が施された点として、同砲は下砲全体が旋回板に搭載されており、この旋回板によって360度回転による運用が可能だった。21センチ MRS-18 は、主に重砲兵大隊で運用され、クリミアの戦いではソビエト連邦軍の砲台を駆逐するなど、その破壊力に物を言わせた活躍を見せた。クリミアの戦いってクリミア戦争のこと？多分、当該指摘のクリミア戦争は、まだ帝政ロシアが健在の時代、イギリス、フランス、オスマントルコ島の連合軍と帝政ロシアが、クリミア半島を主要な戦場として激突した、世界史的に有名な方のクリミア戦争を言いたいのだと思う。21センチ MRS-18 に関して言及したクリミアの戦いは、当然時代が異なり、ヒトラー率いるドイツ国防軍と、スターリン率いるソビエト連邦軍が激突した独ソ戦の一環として、クリミアのセアストポリ要塞をめぐって展開された戦闘だ。ちなみにこのセアストポリをめぐる戦闘には、ドイツ国防軍の将官としていろんな意味で有名なマンシュタイン元帥も司令官として参戦している。そのセアストポリ要塞攻略戦で21センチ MRS-18 がどんな働きをしたの？要塞砲の破砕だ。ソビエト連邦軍は黒海艦隊の母港たるクリミアを重視し、陸上目標にも攻撃可能な強力な沿岸砲台を複数構築していた。この沿岸砲台の一部の破壊に、21センチ MRS-18 が成功したんだ。そもそも野戦銃砲という野戦が故障としてつくのが正確なのか怪しくなってきたな。実際のところ、野戦で展開するには機動性に欠ける嫌いがあった。予定戦場に向かう輸送途上では2つに分割して輸送しなければならず、戦闘態勢に入るためには、クレーン車を使用して煩雑な作業を要したので、威力は申し分なかったものの、機動的な運用性には疑問符がついていたらしい。しかも、より致命的な問題も生じていた。致命的な問題とは？射程だ。第二次世界大戦における下方の日進月歩の進歩も相まって、21センチ MRS-18 は、ソビエト連邦軍のカノン砲などに射程において劣後するようになり、射程外からソビエト連邦軍の下砲によって破壊されるという事態に陥ってしまった。その結果、21センチ MRS-18 はやがて役目を終え、役割を後進の野戦銃砲に引き継いでいくこととなる。さて、以上の通り、21センチ MRS-18 の解説をしてきたが、戦車を中心にした本チャンネルの機構情報5チャンネルだけでなく、大日本帝国陸軍や特別高等警察、ドイツ国防軍の軍人、作戦、教育などの解説チャンネルである、秋田号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は機構情報号のチャンネル登録だけでなく、秋田号もご覧ください。画像の動画は、大日本帝国陸軍の記載にして、満州事変という一大事件を立案、主導した異彩の陸軍中将、石原幹二の解説動画です。石原幹二の破天荒な青年将校時代、エリート参謀の登竜門である陸大を闊歩した陸大生時代、そして満州事変を起こす関東軍参謀時代、満州事変におけるとてつもない活躍と激戦ぶりを一挙に解説しております。個人的には、石原幹二の陸大生時代、
陸軍大学校の参謀演習旅行の一環で、あんまり意味のない課外学習に連れ出され、学生らは課外学習の報告書の提出が義務付けられた際に、他の軍人学生らは意味のない課外学習だけに頑張って報告書を作文してるのに、石原幹事だけは、報告書に所見なしって4文字だけ書いて提出したっていう逸話が好き。破天荒だな、いろんな意味で。東条英機との対立なんかは有名だね。ここまで見てくれた人、ありがとう。気候情報号と秋田号のチャンネル登録をよろしくお願いします。